ピーター・T・ハパーはミシシッピ川沿いの小さな町ハデスに何世代にもわたって名を馳した名門の家の部であった。ピーターの父は数々の激しいトーナメントを得てアマチュアゴルフのチャンピオンの座を維持した。ハパー夫人はといえば政治評論家であり、その界隈では彼女を知らない者はいないほどである。そして息子のピーターは16歳にもなったばかりだが、長ズボンを履かぬうちからニューヨークで流行っている大抵のダンスならば全てこなしていた。さて、そのピーター・T・ハパーはしばらくの間故郷であるハデスから離れることに相なった。彼の両親はどうしても世界で一番金がかかって一番上流の男子校であるボストン近郊に位置するセントマイダス校に息子をやらなければ気が済まなかったのだ。ピーターの両親にとってこの小さい田舎町のハデスなんてところは才能豊かな愛しい息子にはとてもちっぽけで話にもならなかったからである。そしてついにピーター・T・ハパーの出発の日が来た。いつ帰ってきても我が家は大歓迎だからな。いつまでも温かい家庭が待ってるんだってことを忘れるんじゃないよ。わかってるよ。自分がどういう人間でどういう家の出身かを忘れないようにな。そうすりゃ何も悪いことなんてできるわけがない。お前はな、ハデスのハパー家の一員なんだからな。こうしてピーターは最後の見納めをすると目的地の方に顔を向けた。だが振り向く瞬間、ハデスの街の明かりがなんと暖かく、なんと美しく見えたことか。学校でのピーターの最初の2年間は楽しく過ぎていった。生徒たちの父親は揃いも揃って億万長者で、ピーターは夏休みをこれらの上流階級の人たちが集まるリゾート地で過ごしたのだった。彼は訪問先の家の友達は好きであったが、彼らの父親は皆似たり寄ったりで好きになれなかった。ピーター君、君の出身地はどこなんだい？ハデスです。そんなところじゃ結構暑いだろう。そんなところじゃ結構暑いだろう。そんなところじゃかなり暑いだろう。ギリシャ神話でハデスは灼熱地獄と呼ばれてるくらいだしね。彼らが皆そっくりで同じ冗談を口を揃えて言うものだから、ピーターもうんざりして愛想笑いで返すしかなかった。それにピーターは彼らのこの冗談がとても嫌いであった。2年目の半ば頃、パーシー・ワシントンという名のおとなしくてハンサムな少年が彼のクラスに編入してきた。パーシーは態度も感じもよく、セントマイダス校でも目立つほどの身なりをしていた。だが彼はクラスにあまり馴染まなかった。親しい友人といえばピーター・T・ハパー一人だった。だがそんなピーターにすら自分の家や家族のことは何一つ言わなかった。そんなある日。なあピーター、夏は西部にある僕の家で過ごさないかい？いいのか？君の家にぜひ行ってみたいな。それはよかった。喜んで歓迎するよ。楽しみにしていてくれ。この誘いはピーターの好奇心にとって願ってもない幸せだった。ピーターのまるで夢のような夏はここから始まる。で、臭くてさ。ほんとまったくだ。臭いよな。西部に行くのはとても久しぶりなんだ。到着までまだまだ時間がかかりそうだけど、楽しみで仕方がないよ。僕の父さんはね、世界中で一番の金持ちなんだ。ほう。とびっきりの金持ちなんだよ。世界年間に書いてあったけど、アメリカには年に500万ドル以上稼ぐ人が1人と、300万以上が4人と。そんなの問題じゃないよ。そんなのケチな資本家や雑魚な金持ち、商人や金貸しに過ぎない。父さんだったらそいつらの株全部買い占めて、それに気がつかないほどさ。でもどうして父さんが所得税の長者番付に乗らないのかだろう。そりゃ所得税を払わないからさ。払ったとしてもごくわずかだ。本当の収入分は全然払わないのさ。すごい金持ちなんだろうね。嬉しいよ。僕はすごい金持ちが好きなんだ。お金はあればあるほどその人のことが好きになるね。この前のイースターでマーフィー家に呼ばれたけど、マーフィー伯爵は鶏の卵くらいのルビーをいくつも持ってたぜ。
それに内側から明かりが灯ってる電球のようなサファイアもね。僕も宝石は好きだな。もちろん学校のやつらには知られたくないんだが、実は僕すっごいコレクションを持ってるんだ。僕は切手の代わりに宝石を集めてたんでね。それにダイヤモンドさ。マーフィー家にはくるみくらいの大きさのダイヤモンドが。そんなのなんでもないさ。そんなのなんでもないよ。僕の父さんはリッツ・カールトンホテルよりもっと大きなダイヤモンドを持ってるんだぜ。